こんにちは、もみじです。今回の動画は、モルディブ新婚旅行 Vlog 第1弾、日本出発からモルディブ到着までの旅の様子をお届けします。ルートは、関西国際空港を出発して、成田国際空港、クアラルンプール国際空港を経由して、モルディブの空の玄関口、ベラナ国際空港まで向かいます。ぜひ最後までご覧ください。関西国際空港に向かいます。到着しました。第1ターミナルからの出発です。オンラインチェックインをしていて預け荷物もないのでそのまま保安検査へ。搭乗するのは11時50分発ジェットスター GK228 便です。早めのお昼ご飯をコテージュでいただきました。お昼ご飯も済んだので41番ゲート近くでのんびり待ちます。搭乗予定の飛行機がやってきました。11時57分、定刻より7分遅れで出発しました。機材はエアバス320-200です。私の人生初の海外は関空から、ウイングシャトルを見ると空港に電車とびっくりしたのを思い出します。12時10分、離陸しました。まもなく着陸です。13時10分、成田国際空港に着陸しました。タキシング中にフィジーエアウェイズを発見。思わずテンションが上がりました。13時15分、定刻よりも5分早く第3ターミナル161番ゲートに到着です。預け荷物はないので、このままとある場所に移動するため第2ターミナルまで歩いていきます。第2ターミナルに到着しました。5番バス乗り場隣の横断歩道を渡ります。渡ったら右に曲がります。23番 B のバス乗り場に到着しました。この無料送迎バスで向かった先は成田空港温泉空の湯です。深夜フライトの前に温泉に入ってリフレッシュしました。こちらかなり広い施設で宿泊もできるようでした。バス停で無料送迎バスを待ちます。成田空港のすぐ近くなので離発着する飛行機も見ることができました。無料送迎バスで第2ターミナルまで戻ります。最寄り駅は芝山千代田駅です。成田空港第2ターミナルに戻ってきました。チェックインカウンター A の奥にあるヤマト運輸のカウンターに向かいます。こちらで事前に送っていたスーツケースを受け取りました。まだチェックインカウンターが空いていなかったので4階で時間を潰します。今回搭乗するのは22時30分発マレーシア航空 MH71 便クアラルンプール行きです。出発3時間半前19時の P カウンター、まだ空いていないのにすでに人が集まっていました。10分後にはさらに人が増え、係の方が整列を始めていました。ビジネスクラスと伝えると専用の列に案内されました。19時40分にカウンターが開きチェックインをしました。この後保安検査へ。ビジネスクラスは優先レーンが使えるのでスムーズに通過できました。出国後、桜ラウンジに向かいました。せっかくなので少しお食事をいただきます。カウンターの席で飛行機を見ながらいただきます。ラウンジを出て免税店に寄り道します。
出発は97番ゲートです。21時頃の免税店エリア、全然人がいなくて少しドキドキしました。少し買い物をした後、97番ゲートに向かいます。この辺りは少し賑わっていました。97番ゲートに到着です。21時30分搭乗開始予定です。予定より少し遅れて21時45分搭乗開始です。今回搭乗するのはエアバス 330-300 です。本日は 4D の席です。枕、シーツ、ブランケットが用意されています。席に着いたらまずシーツをセットします。頭の部分にだけシーツをかぶせてあっという間に完成です。おしぼりをいただきました。身長157センチの私には足元がとても広く感じました。モニターの対応言語は英語、マレーシア語でした。ウェルカムドリンクにハイビスカスジュースをいただきました。ライチが入っていてさっぱりしていて美味しかったです。ウェルカムシャンパンもありました。座席横にはアメニティとヘッドホン、その上部には小物を入れるスペースがありました。読書灯にリモコン、充電用の USB の差し込み口、小物入れがありました。リクライニングのボタンはこんな感じで、マッサージ機能もありました。フルフラットにした時用なのか、こんなところにもボタンがありました。コンセント、安全のしおり、機内紙はこちらにありました。あまり新しい機体ではないので、少しタッチパネルの動きがよくありませんでした。そうこうしている間に22時14分出発しました。機内ではフライトマップを見るのが好きなのでつけていたのですが、まだ起動していなかったようです。22時41分離陸しました。機内 Wi-Fi は全員が使えるようですが、私はうまくつながりませんでした。また、この日、日本人の CA さんはビジネスクラスに1名、エコノミークラスに1名乗務されていました。クアラルンプールまで約5400キロの空の旅です。離陸後、スリッパが配られました。M サイズと L サイズがあるようです。タオル生地になっていて、比較的しっかりした作りかなと思いました。お食事のメニューです。詳しい内容はまた後ほどご紹介しますね。こちらはお飲み物のメニューです。お食事の準備が始まりましたが、揺れのためサービスが中断してしまいました。先にアメニティのご紹介です。ポーチはアスピナル・オブ・ロンドンのもの。中身はアイマスク、長めの靴下、歯ブラシセット、サステナブルなアメニティキットですよという案内、リップクリーム、フェイシャルミスト、ロールオンタイプのアロマ、ボディクリーム。ポーチの中はマレーシア航空らしい柄になっています。揺れが落ち着いたのでサービス再開です。まずはマレーシアのサテ、ビーフとチキンまたは両方から選べます。ソースがピリ辛ですが美味しかったです。デザートと前菜が運ばれてきました。前菜はエビとマンゴーのサラダです。パンもいただきました。複数種類のパンから選べるスタイルです。メインの一つ、パルメザンチーズの衣のチキンブレスト、白身魚の蒸し料理、ピリ辛サルサソース添え、デザートはパッションフルーツのタルトです。食後にはペットボトルのお水をいただきました。フルフラットにしてみました。個室にはなりませんが、周りの目はあまり気になりませんでした。何よりも横になれるのがすごくありがたいです。日本時間では朝5時前、軽食をいただきました。スープヌードルかお寿司から選べるようです。気づけばもうマレーシアは目の前。残り570キロほどです。まもなく到着です。マレーシア時間で午前4時44分着陸、55分に到着しました。初めてのクアラルンプール国際空港に到着。機内ではブランケットがしっかりしていて寒さを感じることもなく快適でした。そして日本人の CA さんがとても親切で安心して過ごすことができました。
こからマレーシア航空のゴールデンラウンジに移動します。到着したのは C の37番ゲート。ゴールデンラウンジは C の1から6番ゲート方面の2階。この日は運休中でしたが、エアロトレインの乗り場が目印です。実際はなかなかラウンジが見つけられず、少しさまよってしまいました。次に登場するのは10時10分発マレーシア航空 MH485 便マレ行きです。搭乗開始まで4時間ほど待ちます。マレーシア航空のラウンジ、ゴールデンラウンジに到着しました。24時間やっているので本当に助かります。チケットを提示して早速中に入っていきます。さすがフラッグシップキャリアのラウンジ、とっても広いです。まだ早朝だったこともあり、他の方はあまりいらっしゃいませんでした。ここのラウンジ、本当にお食事が充実していました。入り口側から簡単にご紹介します。まずはサラダとフルーツのコーナー。チーズやクラッカー、反対側にはパンコーナー、そしてケーキ類です。真ん中のゾーンは食事系がメインで、ハンバーガーや、この時間はまだなかったのですが、パスタ類。この辺りはおそらくマレーシア料理。こちら側は中華料理。揚げ物もありました。一番奥のエリアには飲み物。デトックスウォーターもありました。入り口から見て一番奥に仮眠室やお手洗いがありました。最初に選んだのはデトックスウォーターとフルーツの盛り合わせ。一番入り口側にあるカウンターでラクサをいただきました。注文したラクサンです。サイズは小さめで酸味と辛みがあり、美味しくいただきました。まだまだ食べます。マレーシア料理ゾーンにあったちまきかなと思ったこちらはお米と辛いソース、お魚が入っていました。私にはちょっと辛かったです。午前7時頃、やっと外が明るくなってきました。真ん中のエリアでコーヒーをいただきます。このクッキーがサクホロ系でとっても美味しかったです。夫が取ってきたお食事、ビーフとチキンはかなりスパイシーでした。座っていた席のところにはコンセントと USB の差し込み口がありました。2時間半ほど滞在しました。ここから空港の中を少し歩いてみます。この第1ターミナルのサテライトビルにはなんとジャングルがあるんです。空港の中とは思えないほど緑が広がっていて、外の空気が吸える貴重な時間になりました。少しの時間でしたが、東南アジアらしい空気も感じることができました。まだ時間がありましたので、もう少しお散歩します。まもなく搭乗開始時刻ですが、搭乗前に手荷物検査があり、搭乗開始時刻は手荷物検査の開始時刻のようです。
次に登場する機体はボーイング737-8です。いよいよ登場していきます。今回は 2A の座席です。ブランケットが用意されていました。座席の間にタイプ A とタイプ C の差し込み口、コンセント、反対側には小物入れとリクライニングのボタンがありました。おしぼりをいただきました。日本初の瓶でも感じたんですが、ちょっと乾いてるんですよね。ウェルカムドリンクです。リンゴジュースをいただきました。グラスの底にロゴが、初めて気づきました。お食事のメニューです。この路線ではブランチが提供されるようです。お飲み物のメニューです。10時24分出発です。ANA の機体がありました。10時50分離陸です。日本から到着した時は日の出前だったので全然景色が見えなかったのですが、こんなに緑の中に空港があったんですね。機内サービスが始まります。テーブルは座席の真ん中から引き出して使うタイプです。機内食が運ばれてきました。ギリシャヨーグルトと季節のフルーツです。こちらはメインの一つ、マレーシアのナシレマ。こちらはもう一つのメイン、玉ねぎと卵のシトラータです。お食事が終わるとピーナッツを2袋いただきました。途中で頼んだ炭酸水にはレモンが入っていました。西に行く航路でほとんど海の上を飛んでいました。モルディブの島が見えてきました。ついに来たんだと胸がいっぱいになりました。高度も下がってきて建物が見えるようになってきました。いよいよ着陸です。モルディブ時間で11時44分着陸しました。ゲートに到着したかのように見えますが、こちらは建設中の新ターミナルです。11時52分到着しました。定刻よりは少し遅れていました。いよいよモルディブ初上陸です。日本の夏のような湿度の高い暑さで、外に出た瞬間、汗がバッと吹き出てきました。ターミナルまではバスで移動していきます。モルディブのフラッグシップキャリアモルディビアン航空。尾翼のイルカが可愛いです。ターミナルに到着です。いよいよ入国します。12時15分入国できました。ターンテーブルは日本の地方空港かなと思うくらいコンパクトでした。荷物の受け取りが完了しました。いよいよ到着ロビーに出て旅行会社の方と合流します。今回はここまで。長い空の旅を経てついにモルディブに到着しました。次回はいよいよリゾートでの滞在編です。何かご不明な点やもっと知りたいことがあればぜひコメント欄で教えてください。続きが気になる方は
ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひお楽しみに。